どうも、ありです。今回は包丁のレビュー動画です。実際に紹介する包丁がこちらなんですけど、見てください、この美しさ。もうこのブレードもそうだし、この柄の部分ももうめちゃくちゃ美しいですよね。はい。ということで今回はこの包丁をたっぷりね、この魅力を伝えていこうと思うんですけど、やっぱりね、この包丁研いだらこの模様消えちゃうんじゃないのって僕も思ってたし、そう思ってる人たくさんいますので、いろんな砥石で研いでみました。そしてこの柄の部分ですね、この柄についてウレタン塗装の注意点。これもね、すごく大事になってきますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。で、ちょっと本題に入る前に僕のね、動画見てくれてる人だったらわかると思うんですが、このね、後ろの背景、いつもはね、もう大きい包丁棚があるんですけど、それ今ないじゃないですか。で、ここであるご報告で僕東京の方に引っ越すことになりました。実際に東京の方が活動しやすいっていうこともあるし、仕事の面で東京の方がいいなっていうことで住むことを決めました。で、東京行ったらやっぱりそのイベントですね、交流イベントだったりとか、そういったイベントっていうのは増やしていきたいと思ってますので、それはね、その都度 YouTube だったり、インスタなり Twitter でもご報告しますので、ぜひね、参加していただけたらと思います。で、引っ越しするってことになって、そのあった包丁棚、これがね、その欲しいっていう方がいましたので、その方の元へね、行きました。あれはね、僕の思い出の棚でもありました。僕DIY がすごい好きで、このね、砥石棚も、その前あった包丁棚、あれ、オイリー包丁棚第1号で、これ、オイリー包丁棚第2号なんですけど、これとこれはその新しい引っ越し先に持っていきます。で、今新たにオイリー包丁棚第3号を作ってまして、もう今設計図完成したので、あと作るだけなんですよ。で、その包丁棚に関しては、ちょっとね、販売もしていこうかなって企んでます。実際にどうなるかわからないんですけど、おそらくね、販売していくと思うので、ぜひね、そちらも期待してお待ちいただけたらと思います。はい、ということでご報告は以上です。本題に戻ります。では早速、この包丁のスペックから、まずブレード、な切り包丁 165mm 青に有色ダマスカスで、厚み幅重さに関しては画像で出てる通りです。で、メーカーが佐治内刃物さんというところです。順番に説明していくと、な切り包丁っていうのは野菜を切るのに特化した万能包丁です。よくこれ薄刃包丁というものと勘違いされがちなんですけど、薄刃包丁っていうのは完全に片刃の包丁です。で、な切り包丁っていうのは両刃の5対5の構造の両刃の包丁です。このな切りと薄刃の違いとかは以前ね、動画で上げたので、ぜひこちらご覧ください。そして 165mm。これっていうのは本当にごく一般的な、よくある三徳包丁とかですね。こういったものが三徳包丁なんですけど、これの刃渡りも165なんですよ。世の中に出てるその三徳包丁、万能包丁って165かもしくは180、そのどちらかが多いです。なのでそういった刃渡りですね。で、青鬼っていうのもどんな材質かは以前の動画で説明してあって、簡単に言うとその鋼の包丁ってあるんですよ。ステンレスと鋼の種類が大体2つに分かれて、錆びにくい方と錆びやすい方ですね。鋼が錆びやすいです。で、その鋼の種類の中でも青鋼っていうのはものすごい硬い材質です。青鋼よりも柔らかいもので白鋼とか黄色とか SK とかあるんですけど、その中でも青鋼っていうのはとにかく硬い材質です。だからすごく長切れする包丁の持続性に特化してるよっていうのが青鋼の特徴です。で、その青鋼の中にも青1、青2、青紙スーパーとかあるんですけど、これっていうのは炭素量の違いとかでその1号、2号って分けられます。で、その中の青紙2号というもので略して青2って言われます。では次、有色ダマスカス。これっていうのはね、もうそのメーカーの佐治内刃物さんといえば有色ダマスカスみたいなね、そんなイメージなんですけど、まずダマスカスっていうのは多層構造のことです。真ん中にその芯材、これで言うと青2がありますよね。青鋼があります。で、その側面にいくつものね、鋼材がこうね、多層にあるんですけど、その間に銅と真鍮が練り込まれてるんですよ。で、そういったね、ものがギュッとされたものがあって、で、それをハンマーで打って削ることによって、そのなみなみの模様っていうのが出てきます。で、佐治内刃物さん。こちらは越前打刃物の伝統工芸士である佐治武さんと野村和夫さんがその包丁を作ってる場所です。では次、柄の部分。アメリカンチェリー8角龍門塗りでウレタン塗装です。アメリカンチェリーっていうのはよくね、家具とかにも結構使われてるんですよ。すごくね、丈夫で、あと軽いっていうのも特徴です。で、8角っていうのはこの柄の形が8角なんですけど、すごくね、滑りにくくて手にフィットしやすい形状です。さらに言うと、8角は8角でもすごくね、角張った8角とちょっと丸みを帯びたような8角っていうね、ものがいろいろあるんですけど、この絵っていうのはその塗ってるウレタン塗装をしてるっていうのもあるのか、ちょっとね、丸みを帯びてる、その角々しくない、すごく柔らかいような印象のその形になってますね。で、次、龍門塗り。この龍門塗りがね、本当に美しくて、この龍門塗り、この、絵を作ってる会社が、こちらも福井県越前市のその山県木工所というね、
柄屋さん、包丁の柄を専門に作ってる会社があって、そこで製造したそのアメリカンチェリーの絵で、これを塗ってる方、それが蒔絵師さんの山本由真さん。まあその山本由真さんと山本拓也さんはご夫婦なんですけど、もうその2人が生み出したこの美しい包丁です。もう本当に美しいんですよ。でこの龍門塗りがじゃあどういったものかっていうと、別名マーブリングと呼ばれていて、龍門塗りは色漆を水に浮かべマーブリングのようにまとわせる表現技法です。一つとして同じものが作れないオリジナリティ満載の一本ですということで、もうね世界でもう一つだけ。ちなみにこのダマスカスもある意味世界に一つだけですからね、この模様っていうのは。包丁の打ち方とか削り方によってこの模様の出方っていうのは変わるので、つまりもう世界に一つだけ、世界に一つだけもう同士の組み合わせの包丁ということでね、すごくテンション上がっちゃいますね。はい、では次、ウレタン塗装について。これ大きなテーマの一つにしてるんですけど、このウレタン塗装されているものって結構注意が必要なんですよ。それっていうのは食洗機、長時間の浸水、強くこする、シンナー、アルコールということで、これらは NG なものです。まあ食洗機っていうのはこの絵に限らず、もうこういったオールステンのものじゃないもの、こういった木材の絵とかこういった合板の絵でも基本的に食洗機っていうのは NG です。で長時間水につけてはいけないよっていうのは、まあねぴったり貼り付いてるんですけど、万が一ですね、もしかしたらウレタン塗装と漆の部分の間にね、水が入ったらなんか割れやすくなったり剥がれてしまったりとか、そういったリスクっていうのはあるので、長時間水につけるっていうのは避けた方がいいです。で強くこするっていうのは、例えばスポンジの裏とか、あとたわしとかスチールウールですね、それでねなんか磨いたりとかこすったりする方いると思うんですけど、そういったものでこするっていうことはしないでください。やっぱり傷がつきやすいです。なので洗う時っていうのはもうスポンジ、柔らかいスポンジに洗剤つけて洗ってもらえたら大丈夫です。ただこのウレタン塗装されてるやつってものすごいね、汚れがつきにくいんですよ。よく包丁を研ぐ人であるあるなのが、こういった木材の包丁、特に白いホオノキとかのこういうのですね、こういった木材が使用されていて、これを研ぐ時研ぎ汁がねこの柄の部分についたらなかなか取れないというか、めっちゃついて黒い汁がで、そこが黒ずんですごく見た目があまり良くないっていうことがねすごくあるあるなんですよ。それをねこするのも一苦労だし、だから研ぐ前になんかテープを巻いたりとかなんかかぶせたりとかして、研ぎ汁がこっち側にねいかないようにっていう工夫をしながらやってるんですけど、それ本当にめんどくさいんですよ。なんですけどこのウレタン塗装されてるものって染みつかないんですよ。汚れてももう拭き取るだけでもうまた元通りっていう感じなので、そういった面でこのウレタン塗装ってすごくいいです。かなり汚れがつきづらくなるというメリットがありますね。でもちょっと注意点があって、それがさっき挙げたシンナーとアルコールです。シンナーっていうか溶剤ですね、何かを溶かすもの、リムーバーとかそういったもの、そういったものをつけるとこのウレタンっていうのは溶けます。以前の動画でシンナーを使えば包丁はピカピカになりますよっていう動画を上げたんですけど、そういった時にシンナーを使うんですよ。で特にその時注意が必要なのが、この柄の部分には絶対つけないようにしてください。そしてアルコールっていうのもこのウレタンはすごく弱いみたいで、すごくね白くなっちゃったりとかそういったことになってしまうようなので、是非これらっていうのは気をつけるようにしてください。はい、ということで次はですね、この有色ダマスカスの研ぎ、研いだらどんな風に仕上がるのか、その研い仕事の紹介をしていきます。ではまずこちらビトリファイド製法キングハイパー。今言ったビトリファイドとか次から出てくるレジノイドとかマグネシアっていうのは、これも以前の動画で3つの製法っていうのがあるので、ぜひね見てない方はそちらご覧ください。でこちらの砥石で研いだ仕上がりっていうのがこんな感じです。ビトリファイドっていうのはその3つの中でもすごくね研磨力が高いです。そして白く仕上がる傾向にあります。では次、マグネシアのなにわ新たという砥石です。このマグネシアの1000番とか800とか600って僕すごいおすすめしてて、その理由っていうのはそのマグネシアってねすごく硬いのが特徴なんですよ。だからその面が決まりやすいんですね。で特におすすめしたいポイントっていうのが、よくその包丁、新しい包丁を買った時に研いでみたらエクボと言われるものがあって、ちょっとねデコボコだったりする場合があるんですよ。ちょっとハマグリになってたりとか、完全な平らではないから少しボコボコだったり、新品の包丁っていうのはそういったことがあるあるです。そういった時に最初に研ぎ始める砥石としてこのマグネシア製法を使うと、それがねあからさまに分かるんですよ。どこがへこんでる、どこが当たってる、どこがまだ目が残ってる、もう目が消えかけてるってすごく分かりやすいんですね。ビトリファイドとか後ほど出てくるレジノイドってそれが分かりづらいんですよ。だから終わるタイミングがちょっと難しい。終わったと思って次の番って言ったらその目がね出てきたっていうことがかなりあって、
また戻らなきゃいけないとかね、そのね二度手間っていうのが防げるんですよ。だからこういった意味でそのマグネシア、この砥石っていうのはすごくね、その中砥石とか粗砥石でそれを使うっていうのはすごくおすすめです。はい。でこのマグネシアの旋盤で研いだ仕上がり、こんな感じですね。見てわかる通り面がかなり決まってますよね。すごくね平面にしたい場合っていうのはすごく適しています。ただ、難易度としては難しいです。どういうことかっていうと、そのごまかしが効かないって意味ですね。だから研ぎの技術を上げたいっていう場合にもこの砥石っていうのはすごくおすすめですね。はい。では次、レジノイド製法なにわ輝きという砥石です。このレジノイドの特徴っていうのはすごくねクッション性のあるかなり沈みやすい砥石です。要は柔らかい砥石で研磨力っていうのは低いです。でこちら仕上がった状態見てわかる通り、これすごく分かりやすいですよね。沈むからそのね刃先の方、鋼側の部分がよく削れるんですよ。丸くなりやすいんです。で側面の有色ダマスカスの方はちょっとね黒ずんでますよね。これっていうのはその研いでる時に研ぎ汁がそこでなんか擦れたりしてこのような感じになってるんですよ。砥石にちゃんとピタッと当たってないっていうことです。だからこういった仕上がりになります。ちなみにこのレジノイドっていうのはそのあえてハマグリ刃をつけたい時とかですね、そういった時にはものすごく適してる砥石です。でもこの砥石はすごく僕好きでね、仕上げ砥石になってくると本当にもう鏡面みたいに光るんですよ。切れ味自体もこの3つの製法で比べたら僕はこのレジノイド製法が一番ね滑らかな仕上がりになると思ってます。で今やった3つっていうのは全部旋盤なんですけど、今からそのマグネシア製法で仕上げ砥石まで上げていきます。こんな感じで3000、5000、そして1万と砥石をねだんだん上げていって仕上げてるんですけど、1万番の仕上がり、これすっごく綺麗ですよね。1万とまでなるとかなり傷もねすごく細かくなってこのようなね綺麗な仕上がりになります。では次、天然砥石、こちら大平の吹田レンゲという砥石です。大平っていうのはその山ですね、京都にある山の名前で、吹田っていうのはその層ですね、いろんな層があってその中の一つで、レンゲっていうのはこの出てる模様、このそばかすみたいなそんな感じの模様が出てるものをレンゲと言います。このね、天然砥石の話するとすっごく長くなっちゃうので、こちらもねいくつか以前結構動画上げてますのでよかったら見てみてください。とりあえずこの砥石っていうのはものすごいいいです。まず何より綺麗ですよね、砥石が。はい。特徴としては研磨力がややあります。で研ぎ汁もほどほどに出て、かなりねその粒も細かめですね。すごくいい刃がつきます。で地は引きにくくて錆びやすさもそんなに錆びない。天然砥石って本当にね錆びやすい、酸化しやすい、酸化しにくいもの、もう研いでるうちにすぐに変色するものとかあるんですけど、この砥石っていうのはそういった成分がない、変色しづらい砥石となってました。でこちら仕上がった状態、もうこれみんな見て、これもうやばくない？もうめっちゃ綺麗なのよ。さっきの人造砥石の1万番も綺麗だったんですけど、あれもうよーく見るとやっぱりね細かい傷が見えるんですよ。だけど天然砥石、この砥石で仕上げたらその傷が消えるんですよ。その鏡面とかもピッカピカの仕上がりの見た目の美しさとは違うまた美しさ、天然砥石でしか出せないこの美しさっていうのがあって、でその天然砥石でしか出せないこの有色ダマスカスの美しさっていうのがここにはあるんです。もうこの美しさも生で見てほしい。もう動画でもね伝わってると思うんですけど、もう生で見るともううっとりしますよ。こんな感じでね太陽の光とかにも当てるとさらに美しいんですよ。もうこれをつまみにお酒が飲めますね。でこんな感じで研いでって最後この天然砥石で刃付けをしました。少し角度を上げて糸刃付けで帰りが出てるのを確認。こちら音聞いてみてください。はい。でこの出た帰りを取らないといけないので、その帰り取りですね、帰り取りも砥石でこのようにして帰りを取ります。でこれをやる時っていうのはもう毎度言うように力をめっちゃ抜きます。肩の力を抜いて指の力も抜いて、もう本当になするだけ、それで帰りを取ります。で最後帰りはそれで完全に取りきれてないので、新聞紙とかね、その革とかジーンズとかでその最終帰り取りっていうのをします。でこのように新聞に当ててみて滑らないことを確認できたら刃がついてる証拠、研ぎの終わりです。はい。ではここから新聞紙を切っていきます。これよくね聞いてほしいのが、天然砥石で刃付けをしたその新聞紙を切る音っていうのを聞いてほしいです。どうぞ。はい、これ分かります？音めっちゃ小さくないですか？新聞紙も気持ちよさそうですよね。つまり何が言いたいかっていうと、人造砥石もいくら例えば1万番、1万5000番、3万番の人造砥石で研ぎ上げても、天然砥石、もうね上限がない天然砥石と比べたらやっぱりね、そのもう仕上げに仕上げた天然砥石で切ったもう食材、新聞もそうだったと思うんですが、すっ
ごい滑らかに切れるんです。もうこれで切られた食材っていうのはもう痛みを感じません。だから美味しい。これ冗談にね聞こえるかと思うんですけど、もう本当に食べ比べてほしい。もう目の前でね切ってあげたい。もうね本当に味が変わります。そういったことを僕は広めていきたいです。はい、ではですね、おまけでねちょっと新聞以外にもこちらティッシュを切りました。これねほんと切れ味僕びっくりしすぎて、こんなね普段やらないようなことしてるんですけど、もうね恐ろしい切れ味なんです。わかります？これよかったらね今お持ちの包丁、キッチンにある包丁今出してこれ同じことしてみてください。ティッシュでおそらくねできないんじゃないでしょうか。まあ、できたらすいません。もしできたらねぜひコメントください。はい、このティッシュ薄切りをぜひねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、という感じですね。まあ、食材を切ってるシーン、まあこれねトマトのねじむきとかもやってますけど、この菜切り包丁の特徴を生かした切り方、そういった動画に関しては以前のこの菜切り包丁のレビュー動画で紹介してますので、こちら動画ぜひご覧ください。はい、では最後この包丁の購入方法をお伝えしようと思います。実はこの包丁、僕が特注、この佐治さんのブレードとその山県木工所絵と絵さんのこの絵の組み合わせを欲しいって作ってくださいって僕がねお願いしたんですよ。それで特別に作ってもらった包丁がこれなんですね。だからこの包丁っていうのはもう載ってないです。なんですけど、もし同じもの、この組み合わせが欲しいっていう方に関しては、実際に僕がお願いをしたところ、その葉隠さんっていう広島にある葉隠さんっていうね、こちらも僕が潜入したところで、そこに問い合わせをしたらご案内していただけます。お問い合わせ方法はホームページからか、もしくはインスタグラムのその DM ですねから連絡、この動画を見たとかね、僕の名前を出してくれたらご案内してくれると思いますので、ぜひねこの組み合わせの包丁が欲しいって方は連絡してみてください。もしねこの組み合わせじゃなくてもいいっていう場合でしたら、このブレードのもの、この有色ダマスカスのものはその葉隠さんの商品ページでいくつかありますので、ぜひねそのページもご覧ください。はい、ということで終わります。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。